皆さん、おはようございます。朝5時です。周りはまだまだ真っ暗です。朝起きてすぐお湯を沸かしてコーヒーを飲みます。キャンプ場なので真水があるのが救いです。このキャンプ用のシングルバーナー、かなり便利で、とてもコンパクトで使いやすいです。今回はミロとカフェセブンというインスタントコーヒーを飲みました。これがですね、かなり苦くて、正直口に合わなかったので、次は別のコーヒーを試そうと思います。ちなみにコップを持ってきていないので、茶碗で飲んでいます。昨日は初めてキャンプで一泊しました。通常、海辺は風が強くて、テントが風で飛ばされると聞いていたので、今回はあまり風が強くなく、テントにも影響がなく、無事に一夜を過ごすことができました。ただ、周りへの警戒心もあって、緊張してあまりよく寝れませんでした。だいたい2時間に1回起きるような感じです。また、夜中の2時、3時になると、海辺の近くで数台のバイクが連続で走っていて、それがかなり近くで大きく聞こえて、テントの近くに人気があるってだけで、ちょっと警戒心が出てきました。それはそうと、朝の海辺をぶらぶらと散歩してみます。ちょっと周りが明るくなってきましたね。見て見て、人手がいました。かわいいです。小さいイカもいました。この海はいろいろ落ちているので、ちょっと面白いです。ここの海は水が濁っていなくて、とてもきれいです。ブンタウンの中心地に比べると断然きれい。この辺りに住んでいる人たちは、貝を拾ったり、イカを拾ったりしていました。イカは砂浜に打ち上げられているものです。実際、散歩の途中でも数匹のイカを見かけました。また、住民の人とたまたま話す機会があって、今日はイカを2匹拾ったよ、と楽しそうに語ってくれました。皆さん見てください。貝の横に小さなカニがいました。小指ほどのサイズです。これは道具を使ってジグザグに砂を掘っていき、貝を拾っています。地元の人に聞くと、早朝から作業をしていて、その後、市場で貝を売るそうです。実際に貝を見せてもらうと、そこにはとっても小さな貝がたくさんありました。キャンプ場には荷物を置いていますが、貴重品は肌身離さず持ち歩いています。海辺を歩いていると、ワンピースに出てくるルフィのような帽子を発見しました。今日2日目はホーコックかラギに行くか悩んでいます。どちらもキャンプ場があるのですが、ホーコックまでは 40km、ラギまでは 91km ほどと、ラギの方が遠いです。バイクの荷物が多くて、まだ安定しておらず、スピードもあまり出せないので、ホーコックまで行って、もう少し頑張れそうならラギまで向かおうと思います。初めての撤収準備をしています。キャンプって設営も時間がかかりますが、撤収も時間がかかるんだなと初めて知りました。気持ち的に撤収の方が設営より大変な気がしました。今日は旅の2日目、バイクの荷造りをします。昨日は3時間ほどかかりましたが、今日は1時間ほどでできました。ただ、これでもなかなか体力を使いました。また、荷造りの時にキャンプ場のスタッフから荷造りのコツや竹の棒をもらいました。この竹の棒は最終的には旅の最後まで愛用していて、本当にこれがないと旅ができない状態でした。スタッフの皆さん、ありがとうございました。それでは出発です。お腹が空いたので、近くにあるブンマムの店に入りました。見てこれ、大きな唐辛子の肉詰めです。初めて見ました。美味しそうです。いっぱい野菜を入れて混ぜていきます。1970年代以降、南西部の春雨と魚醤がサイゴンに持ち込まれ、ブンマムはベトナム南西部の名物料理として知られています。おや、
ゴーヤの肉詰めもありました。ブンマムは個人的には美味しい料理ですが、匂いが少し独特でかなり強く、ローカルなベトナム人でも好き嫌いが分かれる料理です。この匂いの元は魚醤、マムカーという調味料から来ています。これは魚を塩漬けにした後、砂糖と混ぜて何回か発酵させたものです。ここのブンマムの麺は他の店に比べたら少し太めでした。値段は4万ドンぐらいです。ホーチミン市内と同じぐらいの値段ですね。trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức cá nhân quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở。先ほど流れたベトナム語のアナウンスは、自然や環境を守ろうと市民に呼びかけています。ここはロンハイ市場の駐車場です。直訳すると、竜の海の市場という意味になります。ただ、バイクを置かないと市場に行けないこともあって、今回は荷物が多くて、バイクを止めるのも一苦労なので、この市場を素通りしていきます。大きな門があって、海を眺めることができます。ここはヌオックゴット峠です。直訳すると、淡水峠という意味になります。先ほどのロンハイ市場から 2km ほど先に位置しており、海岸に沿って全長 5km ほどの C 字型の道路です。右方向には海が、左方向には岩山が見えます。岩山についてはたくさんの落石注意の看板があり、実際に何個か落石している場所があったので、正直ここの峠は怖かったです。夜や雨の日には岩山の方のレーンはかなり危険だと思います。一応海沿いの道のルートで走っていますが、最初の方は海が見えて風も涼しくていいツーリングでした。しかし徐々に海が見えなくなってきました。ちょっとしょんぼりです。今日はかなり風が強くて、しかも海からの風だけでなく、左右前後あらゆる方向で風が吹いていたので、バイクでの走行はかなり怖くて危なく感じました。しかも荷物を多く積んでいたので、この時はこのバイクでこのまま北部まで行けるのだろうかとすごく不安になりました。最悪の場合、一旦旅を中断してホーチミン市に戻ろうとまで考えていました。道路を走っていると、右側の海沿いがすべてリゾート開発地になっていました。リゾートはまだ機能していないようで、カラフルなヴィラがずらっと並んでいます。この地区はリゾート開発地ばかりで、海の景色はすべてリゾートに取られてしまったようです。海岸沿いの道ですが、道路からは一切海が見えません。おそらく数年前までは道路からでもきれいに海が見れたのでしょうか。ガソリン屋さんに寄っていきます。ホーチミン市と同じ値段で1リットルあたり23,920ドンでした。今日は5万ドン分のガソリンを入れます。1日100キロぐらい走行するとだいたいこれぐらいです。しかしこれは道が平らな場合での費用で、坂道や凸凹道はもっと燃費が悪くなります。ホチャムにはたくさんのリゾート開発中の場所があります。有名なところで言うとノバランドがあります。ホチャムはこの辺りです。バイク走行でかなり疲れてしまい、どこか休めるところを探します。リゾートの道路のすぐ向かいにローカルなハンモックカフェがあったのでお店に入りました。糖分補給をしたくてベトナムのレッドブルを2本飲みました。こちらのレッドブルは炭酸が入っていません。ここで1時間ほどハンモックで休憩します。ベトライフキャンパス。お店の外でココナッツを積んだトラックを見かけました。店主から話を聞くと、このココナッツは店主は1個9000ドンで買って、店の中では1個2万ドンで提供しています。ホーチミン市内の市場でココナッツウォーターを購入すると1万5000ドンぐらいです。ただ、この店の場合はハンモックで休憩もできるので妥当な値段だとは思います。道の途中で
海がよく見えるきれいなスポットを見つけました。ただ、近くに入水危ないという看板があったので、遠くから海を眺めるのにとどめました。それにしても、道路からすぐ近くに海があって、今日一番でテンションが上がりました。空気もきれいで、人も少ないので、大自然な景色を独占できて、VIPな気分を味わうことができます。海のすぐ近くで牛が歩いていました。この看板、なかなかデザインがいいですね。道の途中でキャンプ場を見つけました。今回はスルーしますが、ちょっと気になります。ちょっと待ってください。なかなか良さげな湿地帯を見つけました。絵を描くのが好きなので、ここの風景は写真に撮って記念に絵を描こうかなって思います。特に何もなかった道ですが、突如巨大なリゾート開発地が現れました。かなり建築が進んだ状態で、工事が中止しているように見えます。区域はかなり広いです。日本のアウトレットモールやハワイなどに近い雰囲気があります。建物の下のショップハウスには看板はあるものの、道の中は暗くて店員などもいません。大きな看板にはミルクティーの幸福堂、焼肉の牛角、ハンバーガーのロッテリアなどが書いてありますが、どの店も閉まっています。ちなみにここはホチャムというところです。こちらもリゾート開発地です。表向きは完成していますが、誰もいません。こちらの建物は白と茶色で構成されており、大人のおしゃれな配色となっています。ここから食文化の違いで犬と猫が出てきます。苦手な方は13分25秒までスキップしてください。珍しく猫肉の店を見つけました。犬肉の店はよく見かけますが、猫肉の店はめったにありません。いろんな家に出入りしている猫は家にある食べ物を取ってしまうことがよくあります。なのでベトナムでは猫が好きでない人が多く、犬肉より猫肉の方が嫌悪感が少ないことが多いです。猫肉は小さな虎の肉と表現されます。猫肉の煮込み料理です。味付けが濃いというのもあり、味は正直普通でした。ただ、想像していた食感や匂いとは大きく異なりました。てっきり猫肉は肉が硬くて、いわゆる獣臭さがあると思っていましたが、実際はこの店の作り方がうまいのか、肉は柔らかくて、特に臭さなども感じられませんでした。ベトナムではたまにお城のようなお家を見かけることがあって、ちょっと異世界気分です。景色が綺麗なところを見つけたので、動画を撮っています。こういう素朴な自然が一番好きです。放牧されている牛を見かけました。ラギの市場に寄っていきます。ここではホタテを地面に並べて売っている人がいます。ホタテが3キロ10万ドンととても安くて即決で買いました。またこの市場でまな板も買い足しました。昨日キャンプの時にまな板がなくて不便だったので荷物になっちゃいますが買っちゃいます。ここの市場は安くて食材は新鮮で大当たりです。今日のラギの天気は晴れていて風も涼しくていい感じ。道の途中でエビの養殖場を見つけました。初めて養殖場を見つけたのでなかなか興味深いななんて思いました。海の近くで海水がすぐ確保できるからこそエビの養殖ができると聞きました。ベトナムではエビの養殖はかなりシビアでハイリスクハイリターンと言われています。というのも養殖してうまく販売できれば収益性が高いビジネスではありますが、養殖場の水質管理がうまくいかないとすぐエビが全滅してしまい赤字、最悪の場合は破産するケースが多いです。泥棒や水質のいたずらなどを避けるためにも関係者以外の立ち入りを禁止していることが多いです。また何らかの状況で養殖したエビの価格が下がってしまった場合は土地や設備、餌代、水代などの投資分が回収できないこともあります。ベトナム南西部ではエビの養殖場が多く、成功した人はその村で金持ちの部類に入ります。
ラギにあるキャンプ場に到着しました。かなり綺麗で雰囲気も安全そうだったので、今日はここで泊まろうと思います。テントやタープを設営していたのですが、その時動画を撮っていませんでした。完成形はこんな感じです。ここはかなり風が強いので、地面にペグを打つだけでは強度が足りないので、太めの木の板で強度を高くしました。またタープのロープを木にくくりつけて風に耐えられるようにしました。炭の上に固形燃料を置いて、あえてライターなどは使わず、火起こし器で火花を飛ばして着火を試みています。この道具で火花を飛ばすのはコツをつかまないとなかなか難しいです。何回も試して火花が出るまでやってみます。見てみて、火がつきました。着火剤でちょっと楽してますけど、こういうのサバイル感があって楽しいです。キャンプのちょっとした楽しみです。貝のつけだれ用にネギ油を作っていきます。ベトナムではかなりポピュラーなタレです。まずネギを切っていきます。ネギがあればあるほど美味しいです。油で焼いた時に香ばしくなっていい匂いが漂います。この動画は GoPro というカメラで撮っています。キャンプの時に気づいたのですが、夜に GoPro で動画を撮ると暗くてあまり見えないです。iPhone とかだと特に設定なしで動画が自動で明るくなりますが、 GoPro は外付けのライトをつける必要がありそうです。夜での撮影も多かったので、旅の前に GoPro 用のライトを買わなかったのはちょっと惜しいことをしたかなって思っています。今から貝を焼いていきます。焼く前に貝の殻を剥いていきます。この貝はまだ生きていて、剥くときに貝に指を噛まれちゃいました。痛くはないのですが、初めて貝に噛まれたのでちょっとびっくりしました。この貝はあまり見慣れないですが、ホタテの種類だと思います。殻が大きい割に中身は普通のホタテぐらいの大きさです。気持ちちょっと大きいかなってぐらいです。こんな感じに並べて炭火焼きしていきます。いろんな種類の貝を焼いてみました。仕上げにベトナムの魚醤ヌックマムをかけていきます。魚醤ということもあり、シーフードとよく合います。今回の貝はどれも身がプリプリで甘くて美味しいです。パクパク食べちゃいます。貝が新鮮でとてもいい感じです。見てください。大量の貝を焼いています。コンロはまあまあ大きいのに、これでも足りないくらい貝がまだまだあります。ただ焼いてるのを見てるだけで幸せです。癒されます。キャンプ場のスタッフが夜の海の散歩に誘ってくれたので、一緒についていきます。スタッフたちはカニ探しで必死です。小さな穴があったらそこの砂を掘ってカニを探しています。しかしなかなか見つかりません。30分ほど探して、やっと海辺から少し離れたところにカニがいました。小指の先ぐらいのとっても小さなカニです。スタッフから教えてもらったところに行きます。海沿いを歩いていくとたくさんの船が見えてきました。漁から帰ってきたばかりの船がずらっと並んでいます。みんな漁で使った網を片付けています。夫婦で片付けている人が多いです。このカラフルな船が個人的にはノスタルジックで好きです。夜11時とかなり遅い時間ですが、たくさんの船がここで作業をしています。夜の海なのでライトがないと周りは真っ暗です。市場に行かなくてもここで漁師から海鮮を直接買うことができます。イカやエビ、カニなどがまだ生きていて、比較的安い値段で買うことができます。イカは1キロあたり15万ドン、カニは1キロあたり25万ドンでした。今日はすでに貝をたくさん食べたので、お腹は空いていなかったのですが、漁師のセールストークに負けてイカを1匹買いました。その場で内臓などを取り除いてもらってます。漁師さんの人もトークが面白くて、こちらもほっこりして幸せな気持ちでした。夜のキャンプ場はこんな感じです。下は砂浜になっていて、
椅子で寝そべることができたり、木の近くにはハンモックもあります。今日、ブンタオからラギまでは 100km ほどで比較的近い方ですが、バイクを走るのが遅くて休憩を挟んでいたので、トータルで9時間ぐらいかかりました。かなりヘトヘトです。ここのキャンプ場は蚊がかなり多くて、とても蚊に刺されました。買ってきたイカを焼いて、食べ終わったら片付けをして寝る準備をします。皆さんおやすみなさい。また明日会いましょう。ベトライフキャンパスから皆さんにお知らせです。私たちはベトナム語の翻訳、通訳やホーチミン市内でのお部屋探しのお手伝い、賃貸物件のご紹介などをしています。何かお手伝いできるお仕事がございましたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。